いよいよ1000馬力の領域へ HKS-R35GT 戦レーシングスペックの開発がスタートします。はい、こちらの方には、今まで HKS が開発してきた R35GTR の商品が並んでますけども、今回は HKS-R35GTR チューニングをちょっと軽く振り返ってみたいなと思うんですけども、まずファーストステップとしては GT570-600 パッケージということで、ノーマルの、車両が持つ、最大限の性能を引き出した、パッケージが GT570-600 になっています。具体的なパーツとしてはどんなの？まず、ブーストアップ仕様なので、R35 専用の EVC、 あと、ブーストを上げるために、強化アクチュエーター、あと高ブーストに対応するためのインタークーラーパイプ、そういったものが、基本的にセットされております。R35GTR のチューニングとしては、ファーストステップのチューニングとなっています。で、先ほどのその GT600 パッケージ、57パッケージなんですけど、実際にその車をつけてサーキットなどいろんなところちょっと走ったと思うんですけど、その走る中でまた生まれたパーツっていうのも、R35 の特徴であるデュアルクラッチトランスミッション、こちらの方の冷却非常に大切であります。で、DCT クーラーという商品も開発しました。こちらの方温度が上昇しますとフュエルセーフが働いてしまいまして、スロットルが閉じて走れなくなるといったような症状が発生します。そういったことを回避するために DCT クーラー、こちらの方も非常に大切なパーツの一つです。GT570-600 パッケージのちょっと入ってないパーツとして、インタークーラーがあるんですけど、これもだいぶ特徴ある商品ですね。そうですね。インタークーラーの容量を大きくするだけではなくて、カーボンのエアガイドも、装着しまして、冷却性および、水温の上昇、そういったところにも、十分気を配った商品の方を、開発しました。このように HKS-R35GTR のチューニングは富士スピードウェイをベンチマークとして、走り込みながら商品開発の方を進めてまいりました。で、その600パッケージの上を行くパーツがこの GT800、文字通りその800馬力を狙える GT800 レーシングスペックっていうのが発売されたんですが、こちらの方、ターボチャージャーを純正から交換しまして、さらに、上の800馬力を、狙う商品となっています。またこちらの特徴的なのは、正回転逆回転のターボチャージャーを使用してシンメトリーレイアウトとしています。これはもう HKS の GT2 タービンという、そうです。オリジナルのタービンです。で、その純正のエンジンだと、タービンだけつけて回しちゃうとちょっとエンジンは多分持たないと思うんですけど、そういったところでこのパーツも。そうですね。800馬力を達成するためにピストン、コンロッドといったエンジン内部のパーツも強化の方しました。それにより車内データではブースト 1.6 キロの時に馬力が800馬力、トルクは100キロ以上というデータを記録しています。実際にこの GT800 レーシングスペックの方を組み込んだこちらのデモカーで、富士スピードウェイの本コースを、
開発を含めて当時はだいぶはい走り込みましたよね。はいそうですよね。で、最終的には1分45秒6といったタイムを叩き出したということで、実際このタイムはですねまだ破られておりません。その GT800 は、さらにその GT800 プラスへとバージョンアップ、したんですけど、商品的にはこのカムとあとこのコンロット、カムとこのステップ2のコンロットを組み込んだという形でエンジンの方をセットアップしたと思うんですけど、はい、それによって、GT800 で800馬力、カムを組み込むことで、最大860馬力まで出力を引き上げることが可能になりました。で最高出力がアップするだけじゃなくてこのカムを組み込むことによってその GT800 レーシングスペックっていうのが、下から上までパワーを上げることができるといった形で、この GT800 レーシングスペックをフルに使い切るしようと最終的にはなったということですね。はい、そうです。ということでこの R35GTR チューニングにはそのサーキット走行でテストっていうのは欠かせなかったんですけど、実際そのサーキット走行でテストを繰り返す中でデフクーラーも開発しましたよね。はい、サーキット走行をする中でデフのオイルの温度も測ってみたんですけれども、こちらの170から180度という非常に高温になることが分かりました。で、デフクーラーの方開発しまして、120度ぐらいで安定するような商品となりました。これによってDCT のオイルの温度も下がったり、またさらには水温の方も下げられることが分かりまして、非常に安定してサーキット走行したいというお客様には、必需品ですよね。はい、そうですよね。また見た目も下から覗くと、はい、専用のカーボンダクトがついて、純正のカーボンのアンダーパネル、こちらの方に、専用のカーボンのダクトをセットしました。はい、GT570、GT600、さらに GT800、GT800 プラスと R35GTR チューニングが進んできましたが、いよいよ GT1000 レーシングスペックの開発がスタートしました。GT1000 は文字通り1000馬力を狙える商品開発として進めていくんですけども、現時点でこの内容的にはどんなパーツを今のところちょっと考えて。そうですね、1000馬力オーバーこちらの方を狙うためにさらに高出力化を狙ったターボチャージャー、それを受け止めるための排気量アップキット、こちらの方も現在検討しております。さらにはその高出力に見合った燃料の供給およびそれのマネジメントシステムといったところをトータルで今考えているところです。当然1000の方も同じく GT2 タービンで。そうですね。はい。現在も何種類もあるターボの中からいろいろなタイプをテストしておりまして、効率の良いターボチャージャーを現在開発しているところです。でそれを受け止めるエンジンパーツはいよいよ排気量アップということで、大体どれぐらいを今のところ。そうですね、大体 4.1 から 4.2 リッターぐらいを今検討しております。なるほど。でさらにサージタンクの方を、新たに作って、燃料系足りないところを補ったりとか、はい、燃料ポンプであるとか、はい、この新しいマネジメント、はい、新しい V プロを予定しています。はい、今のところ GT1000 のレーシングスペックとしては、そのような形で、今後開発を進めていくというところなんですけど、実際にその車にこの1000馬力を組んでですね、はい、他にちょっと心配なところとなると駆動系とかになると思うんですけど、当然そこら辺の強化も視野に入れて、今後ちょっと開発を進めていくといったところですね。今後この HKSTV では R35GTR GT1000 レーシングスペックの開発現場をリポートします。 R35 ファンの方はこの1000馬力オーバーの瞬間をお見逃しなく。